おはようございます。ゼキザップです。本日は10月12日日曜日、時刻の方は朝の9時になっていまして、今日はモンキー125のカスタムやっていきます。というのも10月になってくるとさすがに寒いっていうところがあって、あとは自分の場合紅葉ツーリングとかで朝が早かったりするので、結構ね体はこのフロントスクリーンのおかげで大丈夫とは言いにくいんですけど、お腹が痛くなることはないぐらいに風は塞いでくれるんですけど、手がきついんですよね。ということでこちらジータのソニックハンドガード、これをつけていきます。ただハンダカムの時と同じだとは思うんですけど、このバーエンドの部分、ここのプラスのネジがかなり硬くなってるんで、インパクトじゃないと舐めてしまう可能性が高いので、その部分はオート販売にやってもらってから作業の方やっていきます。あれ、今日お出かけですか？いや今日は観光地やばいらしいですよ。お出かけポコさんが美しが原に朝5時に着いたら、なんと駐車場満車。しょうがない。ちょっとモンキーのハンドルのネジを緩めてもらって。はい、何するんだっけ？ハンドガードをつけます。ああ、そうか。で、一応ネジロック剤入ってるから、はい。自宅まで緩むことはないと思う。了解です。はい。ありがとうございます。はい。で、まず最初は純正のバーエンドを外して、で付属のねバーエンドプラグに付け替える感じですね。でネジの方は六角穴になっていて、サイズは5番でやっていきます。そしたらいよいよハンドガード本体装着で、そして最後はプロテクターの装着。さあこれで現在片側装着したんですが、正面から見る分には装着していることの違和感っていうのはなさそうですね。防風効果があるのかはちょっと怪しい感じはしますが、袖口からの風が入んなければ、それでもね寒い時の体感温度はだいぶ変わると思うんで、一応期待はしております。はい、それでは洗車とお昼ご飯済まして、今時刻の方が13時となっております。でせっかくなんで試走しようかなと思っていつもの田んぼに行きたいところなんですが、思いのほか気温が上がってきたので、ちょっとね山の中に行って、この性能を確かめたいと思います。さあそれでは涼しい山を目指して走っております。で今日は自分の同級生のジェントルブリーズコーヒーが渚のイワナパークに出店しているということなので、そこまで行ってコーヒー飲んで引き返してこようかと思います。で早速走り出した感想および、しばらく使った感想ですかね。一応このアフレコをやっているのが10月26日日曜日なんですけど、やっぱりこの程度のサイズだと防風効果はね、期待するほどでもないのかなという感じですかね。分かってはいたんですけど、親指とかそういうのがすごい冷えますね。その辺はハンターカブに装着している一回りでかいサイズ、そっちの方でも親指が冷えたりしていたんで、同じかっていう感じですかね。なので本格的に寒くなってきたらハンターカブの大きい方のハンドガードを移植するっていうところですか。そういうところをやって、でモンキーのね防風性と防寒性高めていきます。所詮はこの程度のサイズなので、フロントスクリーンを装着した時のような感動っていうのはなかったんですけど、見た目については、フロントスクリーンとハンドガード両方ともジータに揃えてるんで、違和感ない見た目になっていて、そこは気に入ってますね。で今回のツーリングなんですけど、急遽ですけど55さんが参加してくれたので、一緒にこれから林道を走っていきます。ハンターカブの時はこっちのでかい方つけましたけど、モンキーはそのちっちゃいバージョン、そんなんがあるんですよ。止め点が片方になっちゃうんでプルプルするんですけどね。これ俺実はレブル用に買ってさ、レブルのグリップが M6 で入んなくて。さあそれでは日が当たってだいぶ暑くなってきたので、これから森の中に入っていきます。で入り口はすぐ近くなんですよね。こっからいよいよ林道となります。
こういった絵がね、このアドベンチャーモンキーにはなんとなく合うかなと思って選んだんですけど、やっぱ雨上がりだからちょっとこれはタイミング的にはハードですね。非常にしっとりしている。けどこういう風に森の中走れるとなんか落ち着きますね。比較的ね、ここは見晴らしもいいんですけど、一応熊注意の看板とか、出没情報っていうのはあるんで、単独で走るのは、今は危なそうですね。こんな感じで結構路面が濡れてるところが多いんで、コーナーは神経使いますね。これだけ木が生えてると、やっぱりなかなか路面も乾かないですよね。で、これから秋になって落ち葉とかも増えてくると、より一層ね、走りにくくなってくるんで、こういったところ走るんだったら、やっぱり3月4月とかそれぐらいですかね。で、久しぶりに今日はまっすぐ行きます。左側に行くと梅田湖とかある方に行けるんですけど、今日は名草のイワナパーク目的地なんで、4年ぶりかな、こっちを走っていきます。4年ぶりになると記憶がほとんどないんですけど、結構こっちはハードですね。そして巨石群に行ける方向がなんか通行止めになってますね。じゃあ、どの道左なんでこのまま走りたいと思います。すごいな。 GoPro の手ぶれ補正が怪しくなるぐらい暗いで、それだけしっとりしてるということで、こんなに光が届かない森の中だとなかなかに不気味ですね。だから久しぶりに一人で走んなくてよかったっていう感じを味わっております。路面の苔も増えてきたんで、林道入り口と比べたら圧倒的に走りにくいですね。ただ一応まっすぐ走れてるんで、そういった点では車とかバイクの飛び出しっていうのがないので安心なんですけど、ちょっと強めにリアブレーキをかけてしまうとタイヤが滑ってしまうんで、そういった点ではこういった路面はいやほんと難しいですね。これだったら未舗装路走った方がまだ気が楽だったかもしれませんね。でもね、イワナパークまであと少しだと思うので、集中力切らさずに下っていきたいと思います。思ってたよりも長かったですね。やっぱり4年前の記憶なんで、距離感とかが全然当てにならないということで、あとハンターカブの時よりも相当ゆっくり走ってるからですかね。そのあたりは小径タイヤのモンキーゆえに、慎重にっていう感じですかね。で、開けた場所が出てきまして、こちらがイワナパークになります。この時間帯なんで、もう皆さん帰った後ですかね。コーヒー飲んでゆっくり休みます。こんにちは。久しぶり。バイク仲間の55さん。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。じゃあホットはやってるかい？やってます。確かにいいとこだわ。外ミルクは大丈夫ですか？大丈夫。準備して昨日夜来てで泊まってちょっと焚き火したりしてゆっくりして、そのまま見上げたらこれですもんね。そうすごいよね。こんな景色の中コーヒー飲んでゆっくりできると。バイクで林道を走って森の中でコーヒーを飲む、非常にいい時間を過ごすことができました。で、ジェントルブリーズコーヒーの出店状況については、このイワナパーク以外でもたまにやったりするんですよね。なのでぜひジェントルブリーズコーヒーのインスタグラム興味がある方はフォローしてもらうと、出店状況わかるんでよろしくお願いします。すでにもう何名かの視聴者の方はジェントルブリーズコーヒーの出店先にねコーヒーを飲みに行って、自分の動画を見てきましたっていうのを言ってくれたりするんで、そういう報告非常に嬉しいですね。これから寒くなってきてコーヒーが美味しい季節になっていきますので、ぜひコーヒー好きの方はねジェントルブリーズコーヒーの方よろしくお願いいたします。そして最後は今回装着したジータのハンドガードについてなんですけど、性能面については皆さん大体予想はついていたと思うので、性能以外のところについてなんですけど、やっぱり片方止めっていうところもあって、アイドリング中にプルプルしたりだとか、あとはクリアタイプになってるんで洗車した時ですか、この写真のように水滴が吹き切れなくって、後になったりするっていうところが、気になる人はいるのかなという感じになっております。
なのでカスタムの優先度としてはかなり低いものになるかと思いますが、装着しようか悩んでいるという方の参考になったのであれば嬉しいです。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。